すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年オープン、東京に新たな家系ラーメンが誕生しましたということでこちらです。東京メトロ神楽坂駅から徒歩3分くらいのところにあります神楽坂家系ラーメンモンタナさんにお邪魔してます。神楽坂エリアはラーメン屋さんというよりは落ち着いたね、大人っぽい居酒屋とかイタリアンとかそういったね様々な飲食店が立ち並ぶ街なんですけども、そんな神楽坂にね今年の4月堂々オープンしたのがこちらのモンタナさんで、果たしてどんな家系ラーメンがいただけるのか非常に楽しみということで早速向かっていきましょう。さあということで神楽坂駅を降りましてモンタナさん向かうんですけど、今回のねこのモンタナさんプロデュースってわけじゃないんですけど、中野にあります5丁目ハウスっていう、過去にもね私すする訪問しておりますが、5丁目ハウスの店員さんとなんかご友人らしくて、このスープの味作りとかねこの5丁目ハウスの店員さんは結構ね関わってたみたいで、5丁目ハウスのエッセンスを感じる一杯がいただけるとのことですね。そうそうちょうど今看板出てるからびっくりしたわ。なんかね神楽坂でこのサーモンラーメンっていうのもあって、ここもちょっと気になってるんですよね。今年オープンでなんかめっちゃ人並んでて、前見た時どんなラーメンなのかなってちょっと行ってみたいなと思ってるんですけど、今回はねモンタナさんですね。なんかモンタナって言われるとねやっぱラーメン好き的には吉祥寺のね、カレーつけ麺を提供するモンタナ、今上石神井にもしてありますけどのイメージがあるんですけど、そのモンタナさんとは全くね無関係で、というわけでモンタナさん到着しました。神楽坂駅からね3分って言ってましたけど4分かな、いや下手したら5分ぐらいかかる可能性もありますが、早速向かっていきましょう。レッツゴー。さあ神楽坂家系ラーメンモンタナさんショーケースです。今回は特製的なモンタ麺の波と小ライス、さらに黒ウーロン茶もプッシュしました。お好みは全て普通でお願いして、アメリカンな雰囲気の店内を眺めながら黒ウーロン茶を飲んで待ちましょう。ラーメン屋らしからぬ内装ですが、店内で炊かれたスープから豚骨の匂いがしっかりと漂い、家系ラーメンの卓上調味料に高菜があるのは珍しいなと思いながら待ってると、こちらが神楽坂家系ラーメンモンタナさんのモンタ麺と小ライスです。明るい色をしたスープの正統派な家系ラーメンのビジュアルで、海苔やほうれん草といった標準装備もバッチリ抑えています。ネギも結構嬉しいんだぞってことでいただきます。ではまずスープから手本。どちらかといえば豚骨が前に出たバランスのいいライトな飲み口の家系スープで、尖った醤油感や分厚い豚骨で持っていくタイプではないので、初めて家系に行くという方にもおすすめできそう。初心を想起させてくれる味です。さあお次は麺とご対面して12のすするめさん。家系ラーメンといえばの短め平打ちの麺は滑らかなすすり心地でニュルンとすすれるもちもち食感のタイプ。家系スープとの絡みも気分上々でライトめな味わいなこともあり、スルスルと入っていく。海苔の磯缶くんも大活躍の今、チャーシュー乙女がどんな動きを見せてくれるのか楽しみです。そうは言いながらもスープに浸した海苔でライスを巻く伝統芸も披露し、たっぷりな海苔をどんどん活用中。ほうれん草はみずみずしくて臭みもないのでこれまたグッドというわけで、ここから味変。気になっていた高菜やニンニク、そしてラーメンタレを入れて自分好みにカスタム。スープにパンチが出るのはもちろんのこと、高菜のシャキコリ食感もナイスアクセントで、元がプレーンな味なので味変アイテムたちのノリも良い。そしてここでチャーシューを食らってみると、柔らかな歯触りで味しみもよく、ご飯も進むいいかしです。大成功の味変やチャーシュー&ご飯、残念ながらこれは NG 集には入れられませんね。てな感じで後半戦はご飯の上に高菜を乗せて食らっていきます。普通家系ラーメンのお店にはきゅうりの漬物が無料で食べ放題のところが多いですが、高菜ご飯もマジうめい。海苔をスープに泳がせ、ひと夏最後の思い出を作ってあげれば、なんだかさっきよりも磯感が強くなったかも。そんな感じで様々なギミックを自分好みに駆使しまくって麺やご飯をかき込むのも家系ラーメンの魅力の一つ。言うなれば美味しいのアミューズメントパークで、ラストに食らう黄身がトロットロにとろける味玉は夜のパレードのようにきらめいて、この一杯を印象づけてくれることとなりました。名残惜しむようにスープを飲んで本日も完食です。大変美味しくすすれました。プレーンな味わいでどんどん食べ進められる初めての家系にもふさわしい一杯でした。それではごそれ。
というわけで、はい、ごちそうさまでした。神楽坂家系ラーメンモンタナさん行ってきたんですけども、うまかったですね。店内がね結構アメリカンな雰囲気というか、結構なんかおしゃれな音楽とかもかかってて、なんか家系ラーメンっぽくない雰囲気のお店ではあったんですけど、この店内入るとねしっかりと豚骨臭が香りまして、ラーメンも豚骨をベースとした正統派の家系ラーメンといった感じで、そんなにこうめちゃくちゃね超強いパンチがあるとかなんかそういう感じではないんですけど、むしろねプレーンな味わいといった感じで、ベースとなる豚骨醤油スープに卓上の調味料とかねこう自分なりにカスタムして自分好みのねこう一杯に仕上げていくみたいな、そんな感じの一杯でしたね。最近やっぱ家系ラーメンのお店どこもこうパンチのね強さをこう求めていくみたいなところあるんですけど、たまにはねああいうこう、あっさり系ってわけでもないんですけど、こうスルッとね体に入っていくような、染み渡るような出汁感のあるスープ、ああいった家系ラーメンもねまた家系ラーメンのうち一つですんで、いろんな家系ラーメンがありつつね、ほんとみんな違ってみんないい一杯をね提供してるんじゃないかということで、そして私ね本日ニンニクを摂取してしまったので、ニンニク入ったラーメンの後はね大体このコーヒーとあと特茶、この2つを駆使してね、あと歯磨きとかもしっかりしたりしてニンニクの匂いを消したりしてるんで、ニンニクたっぷりのねラーメンを食べた後は、これらでねしっかりとニンニク臭をケアしていただければと思います。いや本当にしょっぱすぎず重すぎずスルッと完食できる美味しい一杯いただきましたね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、神楽坂家系ラーメンモンタナさん、イケイケ家系や家系に行こう。どうもチャルゾウです。のびです。神楽坂のモンタナさんということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、こういうのも。うん米編、はい、皆様からのコメントにスル TV 編集するのびとチャルゾウが返信していくコーナーになっております。はい、皆さん本日いつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい、王様のブランチ見ました。テレビ映りいいタイプかもしれませんね。顔がシュッとしてかっこよかったですということで、テレビと YouTube ってそんなちゃうん？違うカメラ映りじゃないんだなあ。テレビとまた違うか。テレビすげえな、やっぱでかいのがまたなんか違うから画面が。画面がな、だし結構引きかもな、テレビああ、そうなんかな。引きで見たら意外とシュッとしてるかもしれない。でも映像で映ったらなんかその太るっていうよね。基本的にはね。ね、もっと細い人がいるもんな。テレビ補正かけてくれたのかな。あ、なんか加工してくれた。CG する。YouTube そんな変わるんやって。分かれへんな。違うんや。一緒やな。はい、そしてこちら、すするさんって本当声がいいですね。入ってきやすい美声です。もし違う職業だったならアナウンサーだったなと勝手にうなずいています。すみません。なんで最後なんで最後すみません。すみません。急に最後ケンコすぎになった。ケンコすぎのブログ。ローマ字。ローマ字で全部ローマ字で。急にケンコすぎじゃん。急にめっちゃなんか丁寧な人やと思ったらいきなりちょけた。ね。何この人。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこちら。はい。米と書いて、はい、面白い顔文字出来上がりましたってことで。どこが顔？どれがどの部分？どれが何？米がまあ一応麺やとしたら目か。麺に委ねすぎやろ。いろいろ委ねすぎやろ、麺に。麺が口と鼻とそう眉毛もなんか言ってるから目はなんとなくわかる。とはいえ麺に委ねすぎだから。何がしかも面白い顔全然おもんないよ。皆さんぜひ使ってください。はい。do